ほら、いい音でしょう。これがね、美味しいんですよ。はい、どうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日作る料理はこちら。自宅で誰でも簡単に作れるふっくら揚げたて自家製さつま揚げを作りたいと思います。今ね、さつま揚げと聞いて、なんだよさつま揚げかよって思ったそこのあなた、さつま揚げを侮るなかれ。熱々のね、揚げたてのふっくらしたさつま揚げ食べたことありますか？あれを食べるとね、さつま揚げの根本的な概念が変わると思います。今日はね、そんなさつま揚げの魅力を存分にお伝えしたいと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。さあ、それではね、調理の方に移りたいと思います。それでは本編をどうぞ。まずはね、食材の方を紹介したいと思います。完成予定のね、これ2本貼っときましょう。分量はね、概要欄に記載しておきますので、後で見てください。まずは生身。これはね、かまぼこ屋さんで注文すると手に入りますので。でね、なんでこれ冷凍にしてるかというと、生の状態っていうのがすごくデリケートでして、ちょっとね、常温なんかに置いておくと、あっという間に固まってしまって、さつま揚げとして使えなくなってしまうので、できればね、このような感じで冷凍をもらうことをお勧めします。それからね、椎茸。じゃん。そして玉ねぎ。ごぼう。長芋。そしてもう切ってはいるんですけれども、こちら銀杏とイカを使っております。まずこの冷凍の生身を解凍します。解凍の方法はレンジとかそういうのは一切使わずに、このようにね、ボウルに水を張って、いいですか？お湯じゃないですよ。水を張って、その中にこれを沈めてください。こんな感じですね。で、こうつけておくと、だいたいね、そうね、10分から15分ぐらいで柔らかくなってきますので、そしたらすぐに使うようにしましょう。それをね、ずーっとここに入れっぱなしにすると、あっという間に固まってしまうので、要注意です。では食材を切っていきましょう。はい、じゃあまずは椎茸切ります。椎茸、玉ねぎ、長芋、そしてごぼうに銀杏、イカになります。はい。と、あと、卵ですね。うちは全卵入れてます。卵白だけを入れる人もいます。これはね、お好みなので。そしてね、野菜類は人参とか入れてもいいですし、レンコン、タケノコ、あとエビ入れてもいいし、銀杏の代わりに枝豆なんか入れてもいいですね。何でも合います。いろいろ試してみてください。さあ、それでは次の工程に行きたいと思います。レッツラーゴー。はい、ではここからはね、別日に取ったので、アフレコでお送りしたいと思います。まずはね、長芋を当たり鉢ですります。ですったらね、その中にすり身を入れていきます。長芋はね、つなぎの役目を果たしてますね。で、あらかじめ出来上がったさつま揚げを置くバットにラップを敷いておいてください。くっついてしまいます。はい。で、片栗粉を少々。すり身を当たり棒ですります。もうすってすってすりまくってください。初めはね、ちょっとこうダマになってるので回しづらいと思うんですけれども、だんだんとですね、滑らかになっていきますので、ここは気合を入れて頑張ってください。ちなみにね、当たり鉢がないご家庭はミキサーでもできます。で、卵を投入します。この卵を入れる理由は、卵白がですね、弾力と粘りを加えてふっくらと仕上げてくれる作用があります。そして卵黄が水分を保持する役目があるため、冷めてもジューシーさを保ち、柔らかい食感を持続する効果があります。はい、そして銀杏とイカですね。あらかじめ切っておいたので、これを投入。はい。そして玉ねぎをスライス。これはね、だいたい椎茸1個分ぐらいの量を切ってください。はい、椎茸です。石突きも美味しいので使ってください。椎茸は半分にしてそれをスライス。そしてごぼうですね。ごぼうは半月に切ってください。そして酢水に一度つけてアクをよく抜いてから水気を取って入れてください。そして手に油をつけて一つずつ丸く成形していきます。1個だいたい 50g で作ってますので 300g でだいたい8個できる計算です。どんどん固まってしまうのでここは手早く作ってください。もしねうまく丸くできないようでしたらもうここはねお好みで結構なので、あとここまでくればどのような形にしても揚げればふっくらしたさつま揚げができますので、お好きな形に作っていただければと思います。まずね、火かけなくていいです。まずね、火のついてない状態で油の中にこうやってね、沈めてから火をかけましょう。はい、いつもの推しアイテム、プラズマライター。はい、失礼します。よし。火はね、だいたい中火ぐらい。ちょっとこう見せようかな。こんな感じ。中火ぐらいですかね。これでじっくり揚げていきます。だいたい170度から180度ぐらい。ゆっくり揚げていくと、さつま揚げがだんだんね、浮いていきますので。はい、今これちょうどね、3分ぐらい。火にかけてから3分ぐらいですね。で、浮いてきたら、もうこのね、網はいらないので。
で、たまにひっくり返してあげて。あとはね、こう、ぷくーって膨らんでくるので、その膨らんでくるのと同時に、あと表面がね、きつね色になってきますので、美味しい色になった時が揚げ時ですね。これがね、あんまり強火だと、あまり膨らまないで終わってしまうので、じっくりじっくり、こう、中の方に火を入れていく感じですね。あんまりね、高温だと、表面ばっかり上がっちゃうんですよ。ちょっと弱火にして調整してください。ほら、いい音でしょ。これがね、美味しいんですよ。ほら、さつま揚げって、スーパーとかで買うと、どうしてもね、パックに入ってて、ちょっと冷たい状態じゃないですか。ね。あれももちろん美味しいんだけれども、やっぱりね、さつま揚げの真髄っていうのはこの揚げたてなんですよ。揚げたて。ほら、こんな大きくなってる。見えますね、大きくなってるでしょ。このね、揚げたてっていうのはもうね、うまさがね、全然違うんですよ。で、先ほど作った工程を見てもらえばわかるんですけれども、思ったより難しくないですよね。で、味付けもしなくていい。なんでかっていうと、すり身の中にもう塩味が入ってるので、もうそれだけで十分なんですよね。で、あとはね、これ揚がったら、お好みで醤油をかけたりとか、あと生姜を乗せたりして食べると美味しいので。ほら、もう完成しますよ。ほらほらほら、いい色になってきた。見てこれ。ほら。ほらこれ。美味しそうでしょ。これ以上やると焦げるんで、もう揚げますよ。ほら。出来上がり。見てこれ。これ。ほら。見えますか？もうちょっと早くね、油から揚げてもよかったかなと思います。どうだ？見た目最高！はい、完成です。じゃあごめん。もうさ、このままいただいちゃいますよ。はい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 。かけちゃってね。じゃあお先にいただきます。おっと。あっこ。うん。うん。熱っ。見てこれ。湯気。うわ。うまっ。うわ、熱すぎる、うん、でもね、この熱さがあるからさつま揚げが美味しいんですよ。この熱々なくしてさつま揚げは語れないですよ。あった。だがしかしうまい。やっぱね、これっすよ。ほら、大葉と一緒に食べちゃえ。ごめんなさいね、ちょっと食べ方が汚くてすいません。やっぱね、うちのさつま揚げうまいわ。改めて思ったね。うまかった。ごちそうさまです。いやー、終わったー。よし、じゃあね、いつものノンアルコールで乾杯しますか。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うわー。さあ、どうですか皆さん。今日はさつま揚げの美味しさ伝わったでしょうか。ほんとね、今日見てもらって分かったと思うんですけども、さつま揚げね、意外と作るの簡単なんで、ぜひね、試してみてはいかがでしょうか。それかね、作るのが面倒だという方はね、当店来ていただければいつでもありますので、店の方にも遊びに来ていただければと思います。はい、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。励みになりますので、ぜひね、高評価、そしてね、チャンネル登録、これをね、ぜひお願いします。というわけでね、本日は以上となります。次回もね、美味しい料理作っていこうと思いますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。うわっ来ないさ